はい、皆さん、こんにちは。コーヒー侍です。変な間ができてしまった。はい、ということでね、もう、この光景、もう皆さんね、だいぶもう知られてきてるから、第3回目でございま第す。3弾ということで。ですね。お待ちしておりました。すっかり高木さんともなんかこう、ね、一緒にやるような感じになりまして。ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今回また小川コーヒーさんの方にお邪魔させていただいてます。今回ですね、新商品で、いやー、もうこういう時代が来たなっていう感じなんですけども、まあ、こちらも見えてるんですけども、はいこのカップ類、これちょっと前からね、はい日本でも知られてきてるかなと思うんですけど、今回はこちらなんですよね。はい。高木さん、こちらは何でしょはい。こちらですね、イコサブリューハウスという、カナダのブランドでですね、う？はい。コーヒーをエアレーションしまして、あー空気を含ませて、はい。コーヒーの味わいを変化させることができるうん機能性のあるサーバーになります。はい。いや、ついにこういう時代が来ましたそうなんですね。はい。いや、もうコーヒーもエアレーションをすはいるという時代がついに来たということなんですよね。はい。で、ちょっとで私の豆知識なんですけども、やっぱりね、ワインっていう飲み物があると思うんですけども、はいワイン自体は昔からそのデキャンタージュとか、あえてそのブルゴーニュワインなんかをこうデキャンタに入れて、こうぐるぐる回してね、こう空気と触れさせることによって開かせるっていう飲み方をするんですよね。はいで、やっぱりワインもそのブドウという農作物。で、コーヒーももちろんコーヒーチェリーというね、農作物になっていて、まあ、大体なんか似たような感じなんですよね。で、それが、今までワインはそういった飲み方的にそのエアレーションするっていうのは結構知られてたんですけども、コーヒーでもやっぱりその最近はテロワールとか、その酸味の香りとか、どんどんそういった知識が、まとまってきた中で、いよいよそのエアレーション酸素をあえて触れさせることによって開かせるというものが、いよいよそうなんです。来たと。はい。進化してきましそうでた。すね。ね。で、ちょっと前まではね、まだそんなにコーヒーはどっちかというと、焙煎とか精製とか、そっちの方がね、かなりいろいろあるので、注目されてるのはそっちだったんですけど、はい。最終的に出来上がったコーヒーを飲み方を変えるという。そうですね。いやー、面白い時代になってきました。はい。その中で今回このそうなんです。サーバはい。今日はちょっとサーバーをメインにご紹介したいなと思ってるんですが、実はこっちのカラフェですね。イコサアベンシーウェーブのカラフェスタンダードタイプっていうのが、今年の5月15日に発売をしまして、すごく好評いただいております。で、これがだいたい約300ミリリットルぐらいですね、使えるんで、だいたい2杯分取れるものだったんですが、実はちょっと今回新発売で、こっちのアベンシーウェーブカラフェのスモールサイズですね。こちらが6月22日に、発売をすることが決定しまして、これが適正な量はだいたい 150cc。なんで、ちょうどコーヒー1杯分を楽しむのには、すごく適しているという。なるほど。ものになるので、ぜひこちらもね、今日はご案内ができたらなというふうに思っております。サーバー直飲み派である、この私にぴったりなサーバーが出てきたということで。はい、わかりました。では今日はね、こちらを、高木さんとお二人で検証をいろいろやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。コーヒー侍チャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ！行ってみよう！やってみよう！それ違うチャンネル。この構造っすよね。見ていただいたらわかるんですけども、まずこの中の、山になっている部分があるんですけども、これがアロマピークという、形状になっております。これ何かと言いますと、コーヒーがドリップされたコーヒーの液体がこの山の上に当たって、この山の側面を辿って下に抽出されていくと。なんで、意図的にこの空気と触れる表面積を増やすことで、要は揮発をさせて、フレーバーを増幅させるというような構造になっております。で、もう一つ、こちらがエアレーションエッジっていう、このボコボコした部分なんですけども、こちらで抽出された液体を
スワリングですね。スワリングをさせていただくことによって、はい、空気を含ませてエアレーションが叶うというところで、質感であったりフレーバーが変化するというような、この2段階の構造になっております。そのままワインで使えそうですね。お酒もめっちゃフレーバー出ますし、味わいの変化出ました。いいですよね。多分ブルゴーニュワインなんかこれでやったらすごい開くと思いますよ。これは、基本的にはもうこの山の上に当たって流れていくのが一番ベストなんで、一つ穴のドリッパーが効果が最大限に発揮できるかなというふうに思います。塩水系のものが基本いいかなという感じですかね。そのね、エアレーションすることによってどれだけコーヒーのね、そのフレーバーが開くかっていうのをね、ちょっとこれからやってみたいと思うんですけど、まずはそのオーソドックスなところから、普通のハンドドリップで、そうですね。ちょっと飲み比べというかね、2人でちょっと検証してみたいと思います。今日は高木さん、ドリップお願いいたします。よろしくお願いいたします。本日はこのサイクロンカラフェのスタンダードと、通常のサーバーを使って抽出を行っていきたいと思います。今日は折り紙のドリッパーを使って抽出をしていこうかなというふうに思います。では、抽出をしていきたいと思います。で、使う豆は、本日エチオピアの、フレーバーがすごく豊かなものですね。エチオピアのナチュラルを今日は使わせていただこうかなというふうに思っております。じゃあ、いきますね。ちょっと同時で、同じ状態で同時に抽出をしていきたいと思います。今日豆は 20g ですね。20g。4は93度で今日は抽出させていただきます。これ見てください。すごい。ほら、山の上にこう当たると、綺麗にパーッとこう流れるような感じ。これは新しい感覚ですね。そうですね。ドリップでこの流れるこの水流を気にするっていうこと自体が初めての経験かもしれない。豆乳を300投入させていただいております。で、落とし切りで抽出をしていきます。1対15ですかね、レシオ的には。綺麗、美しい。ほぼほぼ同じぐらいに抽出が完了いたしました。ありがとうございます。このままでも、この山の状態で変化はあるんですけども、今日は10回。なるほど。しっかりとスワリングをしていただいて、味わいの変化を見ていただくので、10回回します。で、右回りでも左回りでも、基本的には両サイドに、リッチがついてるんで、同じ効果がありますので、どっちに回しても OK と。そうです。いうことですね。じゃあ回す。これで10回です。で、こちらも同じようにですね、味をなじますのに、10回。同じ状態で抽出が完了いたしましたので、こちらで飲み比べをしていきたいと思います。こちらがエアレーションをしたコーヒーですね。と、通常のコーヒーです。ということで、分けていただきましたので、じゃあ早速テイスティングをしていきたいと思います。私はなぜかね、サーバー直飲み派でございますので、ちょっとお下品なんですけども、そのままいかさせていただきます。じゃあ、通常の方からの方が分かりやすいですかね。行きましょう。じゃあ、いただきます。まあ、美味しいよ。では、こっち行きましょう。こちらがエアレーションした後のやつです。なるほど。ということで、チャンネル違うんですけども、高木さんいかがでしょうか？全然違う。ダメだ、汚染されてる。最近、クラシタコーヒーさんに汚染されてる。サーバー、直で行きましたけども、まず香りから変わるんですよね。で、味わい的には、なんか抽象的な言い方になっちゃうかもしれないですけど、やっぱりトゲがなくなる感じ、丸くなる感じっていうのはね、顕著に出ます。本当同じコーヒーなんですけど、雑味が減ってるかなっていう印象ですね、すごく。そうですね。角が取れて、フレーバーがすごく感じやすくなるのと、やっぱ余韻の甘みが結構長く続くみたいなのは
こう入れるだけで香りがね、めちゃくちゃ広がる。あ、美味しい。いい感じの酸味になってますね。ほんと全然違う。時間が経つとまた分かるようになってくるかもしれない。さっきちょっと熱でね、少し分かりにくかったんですけど、冷めた時も真骨頂かもしれない、これは。渋み、タンニンか。タンニンがなくなってるようなイメージっていうんですかね。で、すごい上品な酸味がめちゃくちゃ際立ってるような、そんな感じのイメージかなと思いますね。酸味は本当に綺麗になりますね。香りも綺麗になってる。これからのね、なんだ、テイスティング会とかのなんか定番になりそうな感じですよね、この感じだとね。これだけこうフレーバーが明確に感じていただけるんで、本当こうテイスティング用とか、いや、そう、本当だ。にも向いてるんじゃないかな。まあ明るい酸味を持つコーヒーの特徴をはっきりと出してくれるんで、なんか本当に使いやすいかなというふうに。スペシャリティコーヒーでなんかいい豆をね、皆さんなんか自分で手に入れた時とか、家とかでね、なんか皆さん友達とかとテイスティング会するとか、いう時にもこれがあるとめちゃくちゃその豆の特性とか輪郭とかが分かりやすく出るから、面白いかもしれないですね、これは。新たな楽しみ方だと思います。その通常のハンドドリップで、こういうふうにやるのはもう明らかに結果が出るというのは、まあいろんなところで情報が出始めていまして、もうせっかくここ、小川コーヒーさんに来て高木さんと一緒にやってるので、エアロプレスでいこうかなと思っております。もともとエアロプレス自体がね、なんかものすごくクリアに入るし、スピードも速いから、もともとクリアに入るような抽出の仕方に、このイコさんのね、カラフェを合わせたら、どうなるのかっていう、今日は、どうなるんでしょうね。初実験でございます。ので、ちょっとやってみましょうか。よろしくお願いします。なので、この後はエアロプレスで引き続きやっていきたいと思います。ということで、いよいよやりましょう。第2弾の検証でございます。エアロプレス。そうですね。今日は、せっかく新しいサーバーが出て、150ミリ。適正な容量が入るんで、エアロプレスは1杯 150cc ミリ、しっかりと、抽出ができるのと、あと、今日やりたいのが、フローコントロール。来たー、もうこれだー。で、フローコントロールって、しっかりと蒸らせたり、圧力が均一にかけられて、本当に味わいの均一性であったり、再現性が高くなるのと、やっぱりこの、一つ穴というか、本当これがいいんですよ。勢いよく落ちてくるのを、この、アロマピークで受けると。これもドンピシャの組み合わせですよね。ぴったりなんですよ。もうついにもう巡り合っちゃったみたいな。多分一番効果が出るんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひちょっとこれは検証したいなと思って。このね、エアロプレスの入れ方は、詳しいのことはですね、前々回と前回でね、高木さんと検証してますので、ぜひそちらの動画も見ていただけると嬉しいです。じゃあ、早速、フローコントロールをつけて装着しました。やっていきます。で、これがなんと。これだー、来たー、見てください。シンデレラフィット。ぴったり合うんです。これ、本当なんかエアロプレスのためになんか作ったかのごとくぴったり。ぴったり合うんです。このフォルム見てください。めっちゃかっこよくないですか、この。いい感じ、いい感じ。で、この抽出時にぜひ皆さん見ていただきたいのが、おそらくこの山にさっき綺麗に水流が流れたと思うんですけど、フローコントロールはね、1点で落ちるので、このサーバー、本当そこもね、多分シンデレラフィットすると思うんですよ。綺麗に落ちると思うんでね、ぜひそこを見ていただけると。今日は同じ条件で 17g ですね。同時でやっていきます。で、お湯は93度のお湯を 180cc 入れていきます。もう勢いよく入れていただけたら大丈夫です。攪拌します。10回攪拌します。一応蓋しておきます。なったんで、こっちから押していきますね。綺麗に。綺麗間に山の上からしっかりとコーヒーが流れております。これ見た目もマリアージュですね。確かにこれはね。
これで抽出完了です。はい。はい。素晴らしい。ほぼ同じ条件で、はい。はい、抽出が完了できました。素晴らしい。ありがとうございます。美しいですね。じゃあまず、こちらですね。はい、10回エアレーションをしていきます。これで10回です。はい。一応こっちも軽く回しておきます。ありがとうございます。違いがあるかですね。はい。では、はい。抽出が終わりましたので、高木さんありがとうございました。はい、では早速テイスティングいきましょう。じゃあまず、こっちからですかね。はい。行きましょう。通常のやつから。はい。美味しいですね。いや、もう豆美味しいですね。普通に美味しいですね。美味しいんですけどね、やっぱ。では、こちら。はい。行きましょうか。はい。アフターが全然違う。めっちゃ綺麗に出ますね。綺麗。あ、決め台詞忘れちゃった。普通にポロって出ちゃったけど。さっきと、もうやっぱ同じ感じ、もう全然違います、これ。やっぱ効果としてはすごく出やすいかもしれないですね。エアロプレスで入れて、まあ、エアロプレスがやっぱりその抽出が早いし、もともとクリアに入るもので、さらにこれでデキャンタージュというかエアレーションすることによって、もうなんでしょう。ドレスを着た貴婦人みたいな、そんなエレガントさが出る。香りがやっぱすごく出る。香りすごいし、もう最後のアフターの最後のふわーっていう香りはダントツですわ、これ。しかもその水流、エアロプレスのその水流にもバッチリ受けてくれる形状、バシッとここにはまるというシンデレラフィット。たまたまですね。たまたま。たまたま。すごい。はい、もうガラスの靴みたいなもんですよね。もうあっちゃったみたいな。あれシンデレラが出会っちゃったみたいな。いや、これエアロプレスユーザーの方は、これね、いいかもしれないですよ。ぜひね、検討していいと思います。よりエレガントに入れられるっていう、組み合わせですよね。ワインの業界では、グラスによって変えるんですよ。例えばブドウ品種というもので、それぞれグラスの形状がいいものっていうのがある程度決まっていて、もうピノノワールっていう品種だったらば、そのブルゴーニュグラスというこういうグラスで、こう入れて飲むのと、通常のタンブラーみたいので飲むグラステイスティングっていうのがあるんですよ。それはもうまさしく違うんですよね。全然違うものなんです。その形状に合ったもので飲むだけで、まあ、安いワインだったとしても、めちゃくちゃ美味しく飲めるっていうのが実際あるんですよね。それが、コーヒーでできちゃうかなっていう時代が来ちゃった。今までコーヒーの産地とか、生成方法とか、で、どうやって輸送された、保管された、で、焙煎がどう、で、誰が焙煎、で、入れ方、引き方、っていうところまででもいろんな掛け算のもとで最終的な目の前にあるコーヒーが、あると。まあ、これがもう、すごい確率論なんですよね。そこにもう一個加わっちゃったみたいな、ね。そうです。また掛け算加わっちゃったみたいな感じでしょうね。これね、多分ブラインドでもわかると思います、この違いは。そのぐらいわかりやすかったので、いいと思うので、ぜひね、お試しいただければと思います。いや、本日の高木さんありがとうございました。ありがとうございます。はい。本日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また、コーヒーサムライ各種 SNS やっておりますので、ぜひそちらもご覧いただければと思っております。はい。ということで、本日も第3回目ありがとうございました。ありがとうございます。この調子でやれば3度あれば4度ある。ということで、またね、こちらの現場でぜひよろしくお願いします。ということで、素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。